はい、皆さんこんにちは。今日は缶バッジのお話をしていきたいと思います。僕も何ヶ月か前から缶バッジを作る仕事というのをしているんですけれども、缶バッジを作るのに一つ悩みがあります。缶バッジの機械というのはこんなような機械です。僕の方はこんな機械を2台持っています。サイズによって一回一回ですね、ここにこの部品があるんですけれども、大きさによってこれを切り替えるんですね。こんな感じでですね、ユニットが売っていまして切り替えるんですが、これ案外面倒なんですよね。こんな仕事が1日に何百枚も何千枚も作るような仕事があればいいんですけれども、そうでないので、これ一つしかなかったら入れ替える時間の方がめんどくさいんです。たまたま僕は機械を2台も持っています。缶バッジというのはだいたいですね、この機械を買えば3つの大きさができるようになっていまして、ここにも書いてますように 25mm と 32mm と 58mm、 ほぼほぼ多いです。若干大きさがメーカーによって違うんですけれども、そして 25mm の場合は 35mm の円が必要で、次は 44mm、 そして 70mm というふうに3つの丸い穴を作らないといけないわけです。その時に重要になるのがこの機械なんですね。ダイカットマシンと言いますが、これでギュッと押し出してですね、丸い形状を作るようにできているんです。ちょっとやってみますね。ここに白い紙があります。普通紙です。あらかたですね、紙をこのように短絡状に切っておいてですね、そしてここに入れるわけです。もちろんこの時には絵柄がもうついていますので、この絵柄を狙ってちょうど真ん中になるようにしてですね、そしてここでカットをするわけです。カメラをちょっと切り替えておきますね。はい、こんな感じで上から入れてくるわけですね。絵柄が書いてあるとします。はい、こんな感じに絵を描きました。それをはみ出さないように、このように中央あたりに来るようにしまして、そしてここでカットをします。するとこんな風に丸く切れるんです。これとっても楽なんですね。ただしこの機械ですね、安くて8000円ぐらい、高いと12000円ぐらいするんですね。ネットを探せば一番安いのを買えばいいから7、8000円で買えばいいんですけれども、そしたら3つのサイズがいるわけです。これ小さなものとかにユニットを切り替えたりすることはできないですので、先日からも何度か皆さんに見せていたんですけれども、3つのサイズがあるのでですね、2、3000円で買えるようなこういうサークルカッターですね、これらを購入していたんです。これとこれだったらやっぱり使いやすいのはこれですね。これが案外使いやすいんですけれども、それでもですね、一個一個こうやってぐり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 ですね、回転させるように回しまして、そして切らないといけないわけです。ずっと悩んでいました。こういう丸型パンチで開けれないか。で、これは上から押すのはちょっと難しすぎます。どうしたらいいかというと、裏からこのカバーを外しまして、紙が狙えるわけですね。例えば、こんな図柄があったら、ここに出てきますよね。だから、これでカットすればいいわけで、この1万円近い機械をですね、これで置き換えれるわけです。ずっと探していました。これがですね、なかなかないんです。これは 44mm というのを探さないといけないんです。70mm とか 35mm は売っているんですけれども、44mm がずっと探し続けたんですけれどもありません。今のところ多分ですね、あるのはたった一つだけだと思います。それはどこで買うかというと、これ安売りの中華のテムですね。テムの中でももう探しまくらないとこれは出てきません。この URL は概要欄に貼っておきます。32mm のバッジのマシンをですね、使うときに
できるのはかなり探したところ、これしかありません。そして値段が1221円とめっちゃ安いです。これで穴を開けれたらいいと思うんですが、ただしちょっと工夫があります。これより奥には入れれないわけですから、下の白い余白ですね。この余白はあまり大きいとうまくいかないので、なるべくですね、余白がないぐらいにしないといけない。かといって余白ゼロではうまく切れませんので、こんな形にちょっとだけ残してサイズを切らないとですね、これがうまくできません。僕のような使い方するんだら、もうこれ外しておいてもいいですね。使うことがないですから。だからこうやって外しておいてですね、そしてこれを入れます。そしたらこうやって狙ってですね、そしてカットすることができます。挟み込みます。はい。こんな風に丸く切れました。それができますと、このようにバッジのカーブのある部品をここに置きます。そして次はカットできた図柄をここに載せます。そして透明のフィルムをこのように置くわけです。そしてこれを真ん中に入れて、このハンドルをギュッと挟み込むんです。ハンドルはある程度力がいります。カチンという風になって、そして今度はこれをずらします。今、バッジはこの上側の中に入っています。で、こっちへずらします。バッジの後ろというのはいろんな形がありまして、これは強力磁石です。強めのマグネットがここにポコッと貼ってあります。ですから、こういうところ、鉄のところにピタッとつきます。はい。こういうことですね。で、この部品をつけるようにするわけです。その時、こっちの穴の上にこのように置きます。もちろんこれは普通のピンでもいいわけですけれども、そしてこのようにしてですね、そしてこのレバーをもう一度力強く挟み込みます。はい。すると、このようにバッジができました。裏はこんな風になっています。そして鉄の部分にピタッとひっつくようになっています。はい。こんな感じでマグネットバッジが作れました。今日の本題はこのサークルカッターです。44mm のサークルカッターというのはほとんどありません。テムのこのショップにだけあります。皆さんも 44mm のパンチでですね、困っていてですね、そして1万円近くするようなダイカットマシンを買うんであればですね、手頃にこんなものを使えばいいんではないかな。メインで使うのには僕のように一番大きいこの 58mm のよく使うものはやはりこの機械が一番効率よく素早くできるので、カットするのにはこれがいいんですけれども、これを3台も買うとなったらですね、お金だけの問題ではなくって、場所も取ります。そして重たいです。簡単に片手で持ち上げれるほど軽くないんですね。安定させるために、これはもうめちゃめちゃ重たい素材でできているわけです。ですから、お金だけではなくって、これを購入するのは大変場所も重さも必要ですので、できたらこれで間に合えばですね、1221円で買えるわけです。ぜひ今日はですね、やっとの思いで見つけたこの簡易パンチ買ってみたらちゃんと使えてとても便利になりましたので、皆さんとシェアをしたいと思います。では今日も聞いていただきありがとうございました。また缶バッジを作りたいけど機械を買うほどでもないという方はですね、YouTube のコメントとかでも
ご相談ください。デザインを含めていろいろ相談に乗りたいと思います。では、またねー。